皆さんこんにちは、木村直樹です。いやー、来ましたね。今回はですね、富士フィルムの E シリーズ XE シリーズっていうのがあるんですけど、それの新しい E4 っていうのが出たんで、それに関しての動画になります。僕は個人的に E3 っていうカメラをもともと持ってまして、その後に T3 っていうのを買って、で E3 は手放しちゃって、で T3 を今度T4 にアップデートしたっていうか買い替えたんですけど、で今 T4 でこれ撮影してます。はい。余談なんですけど、ちょっとTikTok の方でボンドっていうキャラクターで出演していたことがありまして、ちょっとメガネをそっちはメガネかけてて本当は分けたいんですけど、ちょっと今日顔がちょっとヘチマみたいな顔してるんで、ちょっとメガネで、失礼させていただきます。今日の動画のメニューとしましてはですね、XE4 のですね、どんな感じかっていうのを、僕の意見っていうか述べたいと思うんですけども、ざっくりこんなような、メニューになってまして、で、一番上の E シリーズは何かっていうところから行きたいんですけど、結論から言うとですね、最近その富士フィルムってちょいシェア拡大してるんですよ。気になってる人多いし、新しくそのカメラデビュー機で富士フィルムどうかなみたいに検討される方多いと思うんですよね。でそんな中で結局例えばカメラを本気でやるとか写真家になるとか、僕は映像の方のムービーの方のカメラマンなんですけど、写真の方は全然やんないんですけど、仕事では E シリーズはですね、持ってて絶対に損しないです。買って例えば最初に買う時にネックなのってなんか買ったんだけど、やっぱりそのフルサイズにしとけばよかったとか、オートフォーカスが優秀なソニーにしとけばよかったとか、そういう風になるのが多分嫌だと思うんですよね、最初。結構、10万ぐらいするわけじゃないですか。でも、例えば APS-C なんで富士フィルムは、APS-C で例えば E4 を買うとするじゃないですか。一番最初にちょっとスマホ2年我慢して E4 にするぞみたいな、この2年間はみたいな。それ買うじゃないですか。で、例えばフルサイズが必要になって仕事で、もう R5 が必要になったとしてそっちに買い替えたとしても E4 は生き残るんですよ。その生態系だとしても。で、僕はそのミラーレスのカメラは、ちょっとおもちゃ的なのも含めて5台ぐらい持ってまして、それはムービー用途と写真用途どっちも、趣味も兼ねてやってんですけど、E シリーズはですね、これは E4 だけじゃなくて、E3 もそうなんですけど、てか E3 はそうだったんですけど、ものすごいですね、その生態系の中で、そのカメラのシステムをいろいろ持っている人が、そこにE シリーズが1個入ってくると、例えば水槽の中で金魚とかメダカとか平和に暮らしてるとするじゃないですか。その中で E シリーズっていうのはですね、ブラックバス的なカメラなんですよね。っていうのも、やっぱりね、そのデザインもかっこいいし、小さくて軽くて、で、レンズもいろいろ使えるわけじゃないですか。オールドレンズも使えるしっていうところで。だから、楽しさが半端ないんですよね。で、結果、楽しいから写真撮るんですよね。スナップっていうか。楽しいから、とりあえず持ってくんですよ。で、持ってくっていうことは、これはですね、すごいことなんですよね。結構ね、このご時世、スマートフォンの画質がすごい上がってるんですけど、だからスマートフォンで写真は撮れちゃうじゃないですか。別に何でも撮れちゃうわけなんですよね。でも、例えば僕はスマートフォンで、スクショしかしないんですよ。例えばパスワード、なんか Wi-Fi のパスワードをメモするための用途、記録用途しか使わなくて、全くスナップでは撮らないんですよね。動画もなんですけど。それはやっぱりやっぱりイメージセンサーのサイズで、やっぱりしょぼいんですよね。どんだけ後処理で結構頑張ってるんですけど、iPhone とかも。結構 Galaxy とかもすごい画質はいいなとは思うんですけど、結局見比べたら、はいっていう感じなんですよ。知ってるとね。でも、これ軽いから、なんか撮りたい、すごい綺麗な景色に出会った時に、持ってるの、普通はこれなんですよ。っていうところで、今日カメラ持ってくればよかったのに、なんで持ってないんだ。こっちの方が有能じゃないか、みたいなのを、E シリーズだったらカバーできるんですよね。おそらく唯一、もちろんGR3 とかもそうなんですけど、小さくて軽いっていうことはカバーできるんですよ。だから、話を少し戻すと、上位機種を新しく買ったとするじゃないですか。めっちゃ重くて、もっと本格的なの。でその時に E シリーズっていうのはですね、生き残るんですよね。その生態系の中で。という、で、何が言いたいかっていうと、多分、いろいろカメラ持ってる人もそうだし、これから始めるっていう人もそうだし、とにかく、本当に使うんですよ。E シリーズ持ってると。
これなぜかわかんないんですけど、やっぱりデザインだったり、サイズ感だったりなのか、そのシャッター音とか楽しいからなのか、ちょっとわかんないんですけど、とにかく撮るのがね、楽しいんですよね。だからたくさん撮るんですよ。なんか楽しいから持っていくんですよ。持っていくのが楽しいから持っていくんですよ。で、持っていくっていうことは撮るっていうことなんですよ。撮ると楽しいじゃないですか、また。なんか、やっぱ結構いいのが撮れるんで。サクッと撮れちゃうんですよ、本当に。結構いい感じのが。たくさん撮るっていうことは、例えばスナップなんかでたくさん撮って100枚撮ったら1枚は絶対なんかいい感じのやつあるんですよ。誰が撮っても。っていうことで、これいいやつが量産できるわけじゃないですか。結果それは上手くなるんですよね。経験値っていうか、どんどん踏んでって。だから、カメラを例えば買うっていうのは、例えば10万円とか最初に払ったそのお金の対価っていうのは、まあもちろん物質として自分の所有物になるっていうところもあるけど、本当のその付加価値が発生するのって使っている時なんですよね。撮影して、やっとその付加価値を消化していってるはずなんですよ。だから、それほどその持ち出すカメラっていうところで言うと、で、他のなんか上位機種が来た時も、結局そのスナップ的な手軽な用途では生き残ってるわけじゃないですか。むしろ駆逐するんですけど。だから、そういう意味で、なんていうんですかね、撮影機械自体を喪失するんですよね。市場を喪失するんですよ。なんか、撮るっていう文化をそもそもね、喪失するんですよね。多分。そんぐらいのパワーがあるんですよ。で、これは、T シリーズ、T4 を今持ってて、これ撮ってるんですけど、それにはできないんですよね。あんまり撮らないんですよ。一眼レフタイプで、まあ、どっちかっていうとコンパクトな方なんだけど、なんか撮んないんです。ちょっとめんどくさいんですよ。なんかちょっとヘビーだし。でも、その E シリーズの E3 とか E4 のそのレンジファインダータイプのこのサイズ感のこのデザインの、これだと撮る感じになるんですよね。サクッと。っていう。だから、たくさん取る、たくさん使うっていうことは、なんて言うんですかね。まあ何年間か使うわけじゃないですか、壊れるまで。まあ、売るかもしれないけど、途中で。買い替えとかで。でも、その時にたくさん使うっていうのは、付加価値で言うと、使えば使うほど無限大に近づいていくはずですよね。発生させてる付加価値で言うと。だから、この E シリーズに関しては、もちろん E4 もそうなんだけど、E3 でもいいと思うんですけど、失敗はおそらくないですね。誰が買っても。なぜなら使うからなんですよ。そして使って楽しいからなんですよね。でもちろんその、なんていうんですか、仕事的な部分で、例えば SNS で情報発信するために、その能力みたいなのは必ず培われますよね。たくさん取るわけだから。しかもその自発的にっていうか、なんか勉強するぞっていうんじゃなくて、カメラがそこまで最低限のその能力みたいなものは、カメラが導いてくれるっていうか、っていうのがあるなっていうのが、まあ僕のその E3 を使ってた時の、まあ、経験を踏まえての、まあ、富士の、まあ、E4 限定の話じゃないんですけど、まあ、そういうのが僕の考えなんですよね。だから、失敗しないです。これは。E シリーズに関しては。E4。だから、まだ持ってない人は E4 ね、大丈夫です。っていう感じですね。はい。なんかそのたくさん撮らせるパワーっていうか、それはね、なんか全てのカメラの中で、まあ僕が使ってきた中で一番、あと持ち出してるその頻度で言うと、確実に E シリーズがもう絶対一番持ち出すですね。はい。レンズも変えられますからね。で、オールドレンズのその、セブンアルティスタンズのレンズとかあったら、1万円ぐらいで、マニュアルで撮るのが楽しいんですよね。っていう感じですかね。はい。ちょっと、今 T4 で撮ってまして、動画性能がですね、この E4 と全く同一のあれで撮ってるんですけど、スマホだったらこれがどうなるかっていうのをちょっと見ましょうか。スマホももちろん優秀なツールだと思うんですけど、画質、まあ、10R なんで、なんかスマホ平均、最新鋭じゃないんで、ちょっとそこはあれなんですけど、スマホ平均のあれと比較してどうかちょっと見てみましょうか。はい、スマホだったらこんな感じです。はい。で、せっかくなんで写真の方でも、見てみましょうか。スマホの写真、このメインカメラの方、どっちもメインカメラの方で撮ってます。スマホのメインカメラの写真はこうで。で、X トランス4ですね。T4 も、イメージセンサーとプロセッサー全く一緒なんで、写真だったら、こういう違いですね。これと、これの違い。クラシックネガっていうめちゃめちゃかっこいいルックがあるんですけど、それで撮ると、こんな感じですね。はい。じゃあちょっとですね、動画性能に関して、
のトピックをちょっといきたいと思います。まず、その動画性能はどんな感じなのかっていうと、これはですね、E4 はなんとチルト液晶でこう自撮りのチルトまでいけるんですよ。で、ログも取れる。それから HDMI モニタリング3も取れるから、こう録画してるときに、今こう T4 からずーっとケーブルが HDMI ケーブル伸ばしてて、ここにモニターに出してるんですけど、こうちゃんと見たいときって、やっぱりモニター必要なんですよね。YouTube 撮るとかでも。大きいモニターあると、やっぱりいいんですよね。綺麗に作りたいときとかは。はい。それが E4 でもできるっていうことなんですよ。で、ちょっと専門的な話になるんですけど、どこまでの性能かっていうと、H264 のモブと、MP4 が取れて、ロングゴップっていう収録規格。だから、これは、上位機種の T4 とかだとオールイントラって言って、全フレームをちゃんと記録するものが取れるから、データ量がでっかくなるんだけど、編集早いのと、劣化が少ないっていうのとあるんですけど、ロングゴップだから、ちょい圧縮みたいなやつですね。これは S10 と全く一緒です。はい。で、4K が撮れると。DCI の 4K が撮れて、フレームレートも全部撮れて、200Mbps パーセコンズまで撮れて、ハイスピードがフル HD で 240p までいけるっていうところで、これも全部 S10 と 100% 一緒で、F ログも撮れるんですよね。さっきも言ったんだけど。で、8ビットなんですよ。だから、手ブレ補正、ボディ内手ブレ補正は S10 はついてるんだけど、E4 はついてない。だから、そこだけの違い。だから、例えば、基本的にスナップで撮るんだけど、やっぱり YouTube とか、ウェブカムで配信とかやりたいなって時の、こう三脚とかにつければ、定点だったら手ブレ補正必要ないんで、できますよねっていうことなんですよね。だから手ブレ補正ないと、あった方がいいんだけど、なくても、あった方がいいなと思うんだけど、ないと。でも、ないならないで、工夫して撮れるんですよね。で、特に YouTube だったら基本的に、定点じゃないですか、全部三脚つけて。卓上とかの三脚つけて。だから、YouTube 撮れちゃうんですよね。自撮りで。アングルが。で、ここでバリアングルがいいのか、チルトがいいのかっていう議論にもなってくるんですけど、ただ注意点としては、さっき言ったボディ内手ブレ補正がないっていうところと、あとチルト液晶だから、マイクがですね、多分、ビデオマイクをつけたいってなった時に干渉する恐れがあるっていうところぐらい。ただ、バリアングルかチルトかっていうところで、これ不思議なものでですね、バリアングルって結構ね、チルトの方が良かったりするんですよね。場所取るんですよ、バリアングルって。タイムラグと。ので、動画のあれに戻りますと、今こんな感じの映像って感じですね。で、レンズが今1855ついてます。はい。だから E4 ね、結構だから、動画の撮れるもの自体は S10 と全く一緒のが撮れて、こんな感じで YouTube 撮れちゃいますよっていうところで、あとそんな歩ったりしないんだったら Vlog もいけちゃうだろうなっていう、いろんなところで撮るのもいけるだろうな。ハンドヘルドでもこう、注意して、ワイドで注意してやるとか、レンズ手ブレ補正でやるとか、結構だから動画もイケイケのスペックなんじゃないかなっていうふうに思います。うん。じゃあですね、ちょっとデザインを、今、ここまで終わったんで、デザインですね。かっこいいんですよね。まずですね、背面から言いましょう。こういう感じなんですよ。もう、このボタンがここの3つ並んでるボタンが円形であるっていうのと、ダイヤルがなくなったっていうところですね。で、ボタンもここがね、減った。ここに9ボタンが前はあったんだけど、なくなったっていうことなんですよね。E シリーズのファインダーっていうのはですね、これ T4 なんですけど、結構、T4 とかになると、このファインダーがね、こう、がっちりしてるから、すごい見やすいんですよね。そこが、こっち見てもらえると、ちょっとこう、スリムっていうか、ちっちゃい、簡易的なものになってるんで、ファインダーの見やすさとか、安定性とか、快適性で言うとこっちなんだけど、これはこんな風に出っ張ってんですよね。だからこれバッグに収納するときに、ここすっげえ邪魔なんです。あとは、レンズを、これ、ついてるから、撮りますと、こういう感じ、ここの、なんて言うんだ。ここがね、なくなったんですよ。E4 で。この膨らみが。これですね。もう完全になくなったんですよね、ここが。で、これがいいかどうかっていうと、これはですね、改善だと僕は思います。はい。ここもね、ちょっとね、バッグ入れるときにね、引っかかるんですよね。ちょっとでかいんですよ。ただ、製品発表の時のアンケート結果で、みんなS10 が良かったみたいな。S10 はグリップ性が高いから良かったっていうアンケート結果がいっぱいあって、大多数の人はグリップあった方がいいんだろうなっていう、ことではあるけど、僕は、
別にいらないですね。ここのグリップの持ちやすさとかは。基本的になくてもいいと思ってるんですよね。まあそんな、レンズにもよるんですけど。はい。4っていうラインナップはこう、なんて言うんだろう。直線的に行くみたいなことなんかもしれないですね。で、後ろのダイヤルがですね、ここは、シャッタースピードに僕はいつも割り当ててて、その後ろのダイヤルがなくなったんですよ。はい。で、まあ、もう、こっちと被るから、上のシャッタースピードダイヤルと被るから、まあなくてもいいかもしれない。ただこれ動画で使うときに、関東だと、50分の1秒とか100分の1秒とかのシャッタースピードにしてフリッカーを除去するんですけど、それにしないと蛍光灯の時のフリッカー除去できないんですけど、それにはしづらいっていうことですよね、多分。で、これはその S10 との比較でもそうなんだけど、このワンタッチ、またはそのモードダイヤルで動画モードっていうのがないから、動画と静止画を切り替えるときに一回メニューに入んなきゃいけないんで、E シリーズに関しては。そこは、そのスイッチングがちょっとめんどくさい。で、サイズ感で言うとですね、これタロットカード入れなんですけど、ちょうどこんぐらいのサイズ感なんですよ。幅が、12. 点ちょっと、13。これよりちょっと1ミリぐらいちっちゃいのか。幅が 12.13 で、高さが、7センチ。で、ここが厚さが3センチぐらいなんですけど、3センチ、ほんとこんぐらいなんですよね。これに、レンズが、まあ、こんな感じでつくっていう感じですかね。このね、ちっちゃいんですよね。で、軽いんですよね。そのね、サイズ感がね、すべてを変える。サイズ感。だからこれ 10R と比較すると、まあ、10R だから、ちょっとでかいんですけど、それより一回りちっちゃいサイズっていうことになるんですよね。で、厚さは、まあ3センチだから、スマホよりはでっかいんだけど、これは上着だったらポケット入りますよね。ジャンバーだったら。まあレンズ何につけるかにもよるけど、パンケーキ的なレンズをつけるんであれば、セブンアーティサンズの20、フードつけなければ35mm とかでも入るんですね。はい。ただこれ、M42 マウントとかのオールドレンズをつける場合は、1個、マウントアダプターでフランジバックがこれ EF と同じぐらいなんで、こんぐらいにはなるんですけどね。だから、やっぱりちっちゃい、こんぐらいだったらでも、ライカ M とかつけるとこんぐらいだと思うんですよ。まあ純正のでもいいですし。だからまあ厚さはちょっと気にする必要あるかもしれないけど、幅はその普通のスマートフォンぐらいのサイズ感っていうことなんですよ。撮るときにこう、スマホってこうやって持たなきゃいけないじゃないですか。これでこうなんかこの辺置いちゃったり。だから最適化、そのギミックとしての最適化っていう部分では、やっぱりカメラの方が、まあいいっちゃいいんですよね。こう、持ちやすいんで。なんて言うんだろう。この幅がこの厚みがいいんですよ。なんかこう。で、バッテリーがこれは T4 なんですけど、形がですね、こういう形のがX シリーズの新しいやつで大容量なんですけど、それの1個前のやつ、四角いやつです。真四角のやつ。それのバッテリーなんで、T4 の人は、バッテリー違うのか、みたいな。ただ、その E3 とか T3 とか T30 とか、そういうの使ってる人は、そのままでいける。S10 の人もそのままでいけるバッテリーって感じですね。逆に言うと、これT4 のバッテリー使ってる人は GFX 買えみたいな感じですね。GFX100S のバッテリーが同じバッテリーなんですよ。新しいやつ。ここなくしちゃったんですよね。この、すごい個人的なところで言うと、70万 GFX100S 欲しいんですよね。はい。じゃあ次、ちょっと上の方も見てよ。こうまあ、テーブはいいとして、で、こういうサムレストとかもあるけど、個人的にはなしを推奨ですね。何もつけないのを推奨。まあ、アルカスイスここ、底弁ついてると、このブラケット、アルカスイスついてるから便利です。僕は全部アルカスイスにしてます。ちなみに。全部これにしとけば、全部これでこう、どのカメラにしても全部これでいけるみたいな。アーサーミニでさえもアルカスイスつけてますからね。はい。まあ、そんな感じで。でも、つけなくていいですね。サムレフトもね。もういらないと思いますね。絶対、小ささ、もう少しでもサイズを損なうものは、つけるべきでないと思いますね。はい。で、上を見よう。上を見たい。ダイヤル類なんですけど、まあ結構ね、オートで撮る。E3 の時と比較して何が違うかっていうと、E3 の時ってここに1個レバーがついてて、オート AI モードみたいな、いろんなシーン検出をして、いろんな設定をオートでやってくれますよっていうやつがなくなって P モードだけになったんですよ。で、この P モードとその AI オートみたいなのが被ってたんで、なくして、ね、だから煩わしさがなくなったんですよ。もう P モードで撮るってことです。オートが良かったら。それでよしですね。はい。全然使わないんで、最初だけだと思うんで、使うの。
ここに FN ボタンが1個あるんですね。だからこれと多分 FN ボタンで付けられるのが、これはだからオートフォーカスの時の AEL、AFL に使うのか、それはなくして、だから FN ボタンこれとその上の2個なんですよ。2個を何にするかっていうのはちょっと楽しいところではあると思うんですけど、で、ここにQメニューがあるんですね。バリアングルがいいのか、チルトがいいのかっていう話が、あると思うんですよ。で、他の動画を作っても、それだけで作るのもありかとは思うんですけど、ちょろっとここでも取り上げたいんですけど、今回 E4 でチルトがついたじゃないですか。自撮りのチルトがついたじゃないですか。だからチルト液晶って今まで自撮りできないことがネックだったんですけど、それがもう自撮りできることになったと。で、そういった時に、もちろんそのS10 と比較して手ブレ補正がないっていうのも1個あるんだけど、バリアングルとチルトどっちがいいかって言ったら、チルトの方がいいですよね。なんでかっていうと、これね、こう開くと、このサイズ感がこうなるんですよね。こうなるんですよ。横に。本来であれば、これで済んでたものが、こう開くと、こうなるんですよね。はい。だから、バリアングルのネックはこの、もともとバッグにしまうときって、こうなってんじゃないですか。これを、液晶見たいとき、ファインダーだけだったらいいんだけど、だから、液晶見たいときに、こうやってこれで見ないといけないっていう、このワンクッションと自撮りするときも、こう開くワンクッションが絶対発生するってことですよね。うん。で、そこを、例えばローアングルしたいときは、バリアングルだとこの今のアクションしなきゃいけないんだけど、チルトだと、フィっていけるんですよね。こう、フィみたいな。だから、チルトがちょっと早いんですよ。ちょっと楽なんですよね。そこが、一個が。でバリアングルで結構ね、このワンクッションは面倒になって思う時があるし、これでかいなって思う時がある。うん、でも、これのいいところは、しまう時にこっち側がこれ革だから、この革なのすごいいいじゃないですか。で、開くの面倒かったらファインダー見ればいいじゃんっていう、プロ3的な、もう見ない作戦みたいな、見ないで頑張る作戦みたいなこともできるっていう、のも、いい。はいい。はい。ただしこう開かなきゃいけないから、なんか狭いところで撮ってて、こっちに一個こう、でかくなっちゃうから、当たったりもするしねっていう。で、ここをちょっとこう、気をつけないと、そっとやんないと折れちゃうかもねっていう不安とですね。チルトの方が、個人的には実は好きなんですよね。動画メインで使ってるんだけど。なんかね、動画の人で、こっちにこう、開いてほしいとか、ビデオカメラって、こっちに開くんですよ、大体。液晶が。ちょっとでかいんですけど、わかるかな？こっちに開くんですよね。だからそれの慣れてるから、結構その動画の方の人は、バリアングルがいいっていう風に、多分言う人が多いんだけど、僕はチルトの方がいいですね。ただそのチルトの、なんて言うんだろう、ダメなと気をつけなきゃいけないのは、こう開くから、ここにビデオマイク、ガンマイク、外付けマイクつけるとすると、干渉するっていう感じ。はい。で、あとその、一眼タイプなのか、レンジファインダータイプなのか、どっちがいいのかっていう、また話で、ここに2個わざわざ並べておるんですけども、これフィルムカメラだから、レンジファインダータイプってこう、レンズで見てるのと、ここの小窓で見てるやつだから、ちょっとこっちで撮ってんのと見てるのちょっと違うんですよ。で、それが望遠になればなるほどめっちゃずれるんですけど、だから使いにくさでめっちゃ使いにくいんですけど、一眼レフってすげえいいんですよね。こう鏡がついてて、見てるやつをそのまま見れるっていう。ただその、デジカメになってその、形で議論するとすると、ですね、なんかね、こう T4 で僕は全然スナップ撮ったりしないんですよ。なんか目的がないと撮らないんですよ。全然。なんかね、ヘビーなんですよね。こっちの方がね、なんかね、形としてね、スマートじゃないですか。このスマート、このレンジファインダータイプっていうか。なんかね、なんかかっこいいですよね。かっこいいっていうか軽いノリで、なんかこっちはね、仰々しいんですよ、ちょっとね。こう、撮るんだ、みたいな。カメラだ、みたいな。こっちの方がね、こう、ステルス性が高いっていうか、こう、そういう良さがあるんですよね。だから、ノリとして、こう、撮ってないかもしれないっていうノリなんですよね。なんか、ライトなノリなんですよね、こっちの方が。こっちはガチッと。個人的には、一眼レフタイプより、こっちのレンジファインダータイプの方が好きだったりするんですよね。この、カメラの形としては。そんな感じです。はい。
でまあちょっとまとめますと、ちょっと僕今いろいろ他にもいろいろ検討中のものがございまして、僕自身はちょっと E4 は見送りなんですけど、このサイズ感のやつなんで、なんかね、最初にも言った通り、こう使わないっていうことはないと思う。やっぱり他のにしとけばよかったっていう時に、じゃあ他の買って、これは使わないかなって言ったらそんなことなくて、E4 はこう生き延びるんですよね。どんな生態系の中でも。っていうのを考えると、コスパ的にすごい、もう本当にとてもいいんで、E シリーズはね。E3 だったらね、多分ね、5万ぐらいでね、今もうそういう金額だからね、そっちもいいと思います。はい。失敗しないと思います。はい。だから、形なんかもしかしたら好きな方選んだらいいかもしれないですね。直線的なのがいいのか、ちょっとカーブが入ってるのがいいのか、みたいな。ちょっとまとまらない話になっちゃいましたけど、こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、機材のレビューだったり、撮影の仕方、それから生活に役立つライフハック、発信しております。ちょっといろいろアイディアばっかり膨らんで、更新頻度は落ちてるんですけど、もりもりこれからもやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントなんかもいただけるととても励みになりますので、よろしくお願いいたします。そんな感じで、今日の撮影カメラですね、直上セッティングがレミックスの GX8。はい。で、こっちのメインのカメラの方が、T4 ですね。はい。それではまた。